こんにちは、MD ジャックです。こんにちは、愛です。今回はサウンドピーツエアー3デラックス。インナーイヤーモデル、めったにレビューしないタイプですね。エアー3は1年前に購入済み、予想より音質がしっかりしていて開放感があって、スピーカーっぽい感覚で聴ける。家族にも使ってもらったら気に入っちゃってすぐ買ってた。へえ、なんで愛には勧めてくれなかったんですか？インナーイヤータイプは波形測定が難しくて、ちゃんとしたレビュー動画を作っていなかったからだね。じゃあ仕方ないか。愛ちゃんみたいにエアー3に出会えていなかった人には1年経ってブラッシュアップされた今回のエアー3デラックスをおすすめするよ。はい、じゃあ愛は買う前提で見ていきます。ではいつもの通り、まずは価格。ブラックとホワイトでちょっと価格が違うけど、クーポン利用で5500円以下になるね。インナーイヤータイプだとこれって安いんでしょうか？とにかく価格優先で探せば安いモデルもあるにはあるけど、エアー3デラックスは QCC3040 チップ搭載で aptX アダプティブ対応だからね。インナーイヤータイプで aptX アダプティブ対応ってあんまりないと思うよ。低レイテンシーや接続安定性、音質面で優れていることを考慮すると高くはないでしょう。それと VGP2022 サマーで Bluetooth 完全ワイヤレスイヤホン5000円以上6500円未満の部門金賞を取っている。 VGP について詳しく知りたい人は概要欄にリンクを貼っておきますので飛んでみてください。いろいろ見てきましたが欲しいものが増えるだけなので適当に切り上げてきました。ドライバーは 14.2mm ダイナミックドライバー。カナル型だとかなり大きいなと思うけど、インナーイヤーは密着度がそれほどでもないので低域が抜けていくことを想定して作られているので、このぐらいの口径だと安心。装着して耳に押し付けると実際かなりの低音が出ていることがわかるよ。本当ですね。でも耳に押し付けるのをやめると低音が適度に逃げてちょうどいい感じになりました。その他の機能面は上の通りで、充電ケースの容量が増えたこと以外エアー3と同じ。エアー3デラックスは充電ケースの形が変わったね。取り出しやすくなってる。これ結構重要で、取り出す瞬間に滑って落っことすことが割とあるので改良してきたんだろうね。連続稼働時間は本体はエアー3と同じ5時間。ケースは大きくなった分 3.5 時間伸びてケース込みトータル21時間。実測するとこんな結果に。aptX アダプティブ接続だと消耗が早い小ぶりな本体に 14.2mm のドライバーを乗せて通信回路を乗せてるから、バッテリー容量に制限あるんでしょう。使い方の工夫で乗り切るしかないけど、欲を言えば6時間ぐらい持ってほしいところ。会議でマイクオンにしてるとバックの環境音を拾ってお互い会議に集中できなくなってくる。でも CVC 通話ノイズリダクション機能で自分の周りの環境音が乗っちゃうのをある程度防いでくれる。これ結構大事。アプリもちょっと見ていこうか。はい、ミニプロでちょっと使ったことありますけど復習ですね。ホーム画面で左右のバッテリー残量が確認できる。カスタマイズ画面を上から見ていくと、まずボリュームコントロール、次は EQ。 結構使える。アダプティブ EQ 聴力テストをして自分に合ったイコライジングを自動調整する。8個のプリセット EQ。 サウンドピーツクラシックをデフォルトとし8つのバリエーションセッティングがあるが結構効く。自分で調整する6バンド、カスタム EQ とモードが3つある。インナーイヤータイプではそこまで厳密な調整は個人的には必要としないけど、調整が可能だということが大事。ただカスタムで設定した EQ セッティングは保存できないのでちょっと残念。ゲームモードの切り替えは本体タップ操作でもできるけど、ここにもある。遅延の気になる自作 Windows PC でもドラマ視聴の際エアー3デラックスともに遅延が気にならない。測定に aptX の環境しか作れなかったけど、実測すると 60mm から 70mm 台とどちらも優秀。測定環境が aptX アダプティブならもう少しいい結果が期待できそうな気も。タッチキーのワンクリック機能を無効にする。ありがたい。装着後位置の調整をしているとき、ワンクリック機能がオンになっていると意図せず触って音量変わっちゃうことがよくあるので、オフにして誤動作を減らせる。微妙な点は大抵のアプリに盛り込まれているタッチアサイン機能がないこと。ワンクリック機能を無効にしている場合、音量調整を2タッチなど別のアクションにアサインできない。でもスマートウォッチから音量調整するので現実的には特に不便は感じない。装着検出機能は便利なシーンもあるけど、個人的にはない方が使いやすいからオフ。エアー3とエアー3デラックスの波形測定を一応やってみた。カナル型じゃないので密閉するのが大変だったけど、一応こんな感じ。そもそも開放型のモデルを密閉して測定したので全然当てにはならないけど、同じ条件下で測定し2モデルの差分を見ることはできた。基本的なカーブの傾向は同じで、エアー3デラックスは低域が少しタイト、高域が少し伸びてますね。だね。ここでは装着した時の低域の抜けの分も足されているから、すごく低域が強く出てるけど、装着すれば適度に低域が抜けていくのでちょうど良くなるんでしょう。音質についてはカナル型と比較するのは意味ないので、あくまでインナーイヤーというカテゴリー内での印象として受け取っていただければと。エアー3デラックスはエアー3と基本的な傾向はほぼ同じ。
曲の聴き比べやドラマ視聴ではエアー3デラックスの方が波形比較の通り声域が明瞭で広がり方が一回り大きく感じた。波形測定の誤差なのか個体差なのかチューニングを少し変えてきたのかはっきりわからないけど、聞いた印象は明らかに違いエアー3デラックスの方が良かった。愛もエアー3デラックスの方が良かったな。波形比較から分かったのは中高域が結構削られドンシャリ傾向が強いかなと。第一印象はいいけどちょっとパンチにかけるのは中高域が足りないからと推測。実際 1.6kg 付近中心にこんな感じで持ち上げると厚みが増してくるので、今の音質が気になる人は試してみてもいいかも。この帯域はやりすぎると途端にごちゃごちゃして聞き疲れするところなので、聞きながら調整ということで、上げすぎて歪むようなら逆に今目立っているところを絞った後トータルのボリュームを上げるのもあり。インナーイヤータイプはあまりたくさんのモデルを聞いたわけではないけど、価格も考慮するとこれだけ鳴ってくれれば特に不満に感じることはないと思うね。なんか思ったより音楽もちゃんと聴けるのに装着してる圧迫感がなくていいですね。インナーイヤータイプ持ってなかったからこれは買います。ジャックさんは実際どういう使い方をしているんですか？インナーイヤータイプは主に映画やドラマ視聴、あとオンライン会議でも使ってる。だから音楽より人の声が聞きやすいかどうかが気になる。少し低域寄りな感じの声に聞こえるけど、装着の仕方次第で低域の調整はある程度できるっていうこともあって補正はせずそのまま使用してるよ。カナル型より自分にとってベストな装着感が決まりづらい気がするので、角度変えたりしてベストなところを見つけられれば印象も変化するだろうね。カナル型に比べてなんか外れそうで外れない不思議な感じですね。そうなんだよ。だから合わない人はとことん合わないかも。音楽をがっつり聴くときはカナル型、ヘッドフォン、スピーカー。インナーイヤータイプはそれ以外と使い道がはっきりしている分必須アイテムなんだよね。カナル型とは耳への負担が全然違うから負担軽減のためにも使い分けてる。ただ今回改めてエアー3デラックスで音楽を聴いてみて、流して聴いてもよし、ちょっと真面目に音楽聴くにもよしだったんで、インナーイヤータイプに苦手意識がなければ1個は持っていてもいいんじゃないかな。エアー3と基本的には同じで、違うのは充電ケースの形状と充電容量、音質面が若干ぐらいなので、すでにエアー3持っている人には特におすすめはしないけど、これからインナーイヤータイプを買うならエアー3デラックスがいいでしょうね。ということで今回はサウンドピーツエアー3デラックスのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。